DIY の電動工具はこれ。今回はダイソーの商品を使ってトリマーテーブルを作ります。それも簡単なトリマーテーブルです。一番簡単な作りのトリマーテーブルで短時間でできるものを紹介します。で、使用するものはダイソーのパソコン用テーブルですね。これ500円のものです。パソコン用テーブルを使用します。あと、足としてヒノキ工作材ですね。厚みが 19mm で長さが 220mm です。ワンバイザーとほぼ全く同じ規格です。幅も 89mm です。角棒ですね。 30mm×30mm×450mm の角棒を3本使います。ではその他に必要なものは、これはダイソーにはないので仕方がありませんので、これはホームセンターで購入します。 M8 で 50mm のボルトですね。これはフェンス部分の固定に使用します。でこれを固定するための超ネジ、これ今袋に入ってませんけども M8 用の超ボルトの超ネジですね。超ナットになります。 M4 で 20mm の長さのサラネジなんですけども、これはトリマーを固定するために使います。トリマーについているネジでは短くなりますので、長めのネジで頑丈に固定をしますので4本必要になります。では今回取り付けるトリマーは、以前は両尾で今は京セラになってますけど、この MTR42 を取り付けます。で代表的なものですよね。こちらはマキタの M373 ですけども、こちらも取り付けられるんですけども、今回は足部分にこのヒノキ材を使います。でこれは長さが 220mm とそれほど長くないですので、こちらの MTR42 でしたら十分使えるんですけども、マキタの場合はコードが上に出ています。ここまで出ていますので、この長さでは足りませんので、これはもう無理に100円ショップを使うよりも、これはワンバイ材とほぼ同じ規格ですので、ホームセンターでワンバイ材を30センチくらいに切って使った方が安く上がりますので、無理に100円ショップでやる必要はないと思いましたので、なるべく切らずに加工を少なくして作るようにやってますので、今回は MTR42 の作り方として紹介します。もしこのマキタとか他のメーカーですね、例えば E バリューとかを使う場合は長いですので、30センチとか35センチの長さに足部分だけ作り変えればいいと思います。このパソコンテーブルが基本ですので、これは購入するときに天板がなるべく平面がほとんど出てるんですけども、一応出ているものを選んだ方がいいです。時々曲がっているものが入ってますので、天板にトリマーを取り付けるための穴を開けます。でこのようになります。寸法を引いてますけども、こうですね。このようになります。今回取り付ける MTR42 のベースの幅は 90mm×90mm ですので、このトリマーテーブルの両端から真ん中、上下から真ん中ですね、中央ですね、中央に 90mm の正方形を描きます。で開口部はビットが出る部分は 30mm としますので、 30mm の一応当たりを取っておきます。この状態でここに穴を写し取ることを、今から穴を写し取ります。はい、ではこれはもう MTR42 以外のトリマーも同じやり方でできると思います。ベースを外します。でベースは二重構造になってますので、この厚いベースを外します。取り付けはこの下の丸い部分だけでやりますので、黒いネジ4本で外れます。はい、今このように外しました。こうです。で取り付ける方向は、こちらが正面としまして、こうします。こちらがストレートガイドがつく方向にあらかじめ決めておきます。でこのベースのこの取り付け穴の部分は、下からこうネジが入ってますよね。こう入りますよね。でネジの頭が隠れるように座繰りがされています。ですので位置を合わせるのに、上から取ると合わしづらいんですね。で裏返して合わせたいんですけども、裏返すと実はこのベースの位置決め用のこの丸いポッチがあって、これがガタつくんですね。うまく取れません。これ正確に穴を開けたいので、この部分、このポッチの部分ですね、ちょうど中央にあるんですけども、ここに軽く穴を開けておいて、これが埋まるようにして密着させて取ります。今回の作業では 8mm のボルトを埋め込んだりしますので、
8mm のドリルビットを使用します。これは当然ダイソーにはありませんので、ホームセンターで用意するしかないですね。8mm の木工用のドリルビットです。600円くらいで売られています。でこれで今先ほどのこのポッチの部分に少し穴を開けます。浅めの穴を開けます。でドリルガイドは以前これ私ダイソーで作れるというので紹介したドリルガイドを使います。部分なんですけども、浅く穴を開けますので、こうですね。このように穴が開きました。でここですね、ここに先ほどのポッチを合わせます。これで密着しますよね。このような状態のものがこうなります。こうすると穴が写し取りやすくなります。動かないようにガムテープで上下を固定しています。でここですね、穴の位置はこの4箇所です。この4箇所です。密着させておいて、先の細いもので正確に写し取ります。位置がずれないように正確にこう丸を写し取ります。今取りました。はい、これが正確に写し取れてますので、中央に穴を開けていきます。下書きの中央にしっかりと穴を開けておきます。4mm のドリルで穴を開けます。裏ですね、こちらが表側になりますが、こちらに座繰りというのをやっておきます。使用するネジはサラネジなんですけども、埋まり込むように表面に出ないように円錐形のくぼみを作ります。座繰りをですね、サラトルビットとも言いますけども、円錐形の穴を加工するものです。これもやはりホームセンターにないとありませんけども、トリマーのベースを固定するネジはこれですけども、これが埋まり込むようにですね、表に出ないように、このくらいですね。ビットの出る穴を開けます。でこの穴はドリルというよりもこのようなフォスナービットというので開けた方が早くうまく開けられます。でこの MTR42 の開口部は 35mm です。ですので同じ開口部にすると 35mm になりますよね。35ぐらい5mm ぐらいのビットも上下動するためにこのくらいになってますけども、でこれは 35mm のフォスナービットですけども、これもホームセンターで800円前後、750円から800円前後ですね、売られているものです。ジグソーで切ってもいいですけど、ギリギリですよね。今回は一番早くうまくできるのでフォスナービットを使います。では今回は 35mm で開けますけども、ここはご自分で一番いいところを選んでやってください。20mm でも 25mm でも構わないと思います。今回はベースと同じ穴を開けています。はい、穴が開けられました。でこの部分は角が立ってますので、材を送る時に当たってしまいますね。ですので角を落としておきます。フェンスを加工します。フェンスはこの切り材ですね、切りの角材をそのまま使いますので、長さが 450mm です。このテーブルは 500mm ですので、両方に 25mm 取ります。 25mm と取って中央に配置します。でこのフェンスは片方を支点に弧を描く形のフェンスですので、このような動きをします。簡単な作りですので、こちら側に穴を開けてこのように弧を描いて動きますので、もともとの位置はこのテーブルの中央です。中央にありますので、この位置で固定をして穴を開けるんですけども、ここに半円ではないです。あまりここを薄くすると弱くなりますので、少し開けた 35mm より大きめの穴ですね、私は今回 45mm ぐらいにしてますけども、の上3分の1ぐらいですねの円弧を取っています。ここにビットが入るようにしますので、こうですね。ここを後からジグソーで切り抜きます。これがフェンスですね。端から 22mm のところを中心に穴を開けますので、目打ちでぐりぐりやっておきます。
でここに穴を開けることになりますけども、これ8ミリです。でこれを安定させるために同じ角材を置いています。でこのドリルガイドで8ミリで貫通させます。はい、こうですね。はい、これで貫通しました。フェンスの左側にも同じ位置に穴を開けておきます。ではこのアーチ部分を切り抜きますけども、このままではジグソーが不安定で切りづらいので、同じ角材がありますので、この角材を横に置きます。で仮に固定しておきます。仮に固定して、ここに固定して穴を開けるんですけども、先ほど言いましたようにここ中央です。ここはこの板の中央に来るようにして、端を25ミリですね、合わせてここをクランプで留めるんですけども、この角材1本ではクランプが届きませんので、2本くっつけた状態のままでクランプを使います。フェンスを固定しました。こうですね。このクランプもダイソーのものです。でこの穴ですね、この穴をガイドにこの天板に穴を開けます。8ミリで貫通させます。これでこちら側の角部分の穴が開きました。固定用にこの M8 で 50mm のボルトを使います。それと超ナットですね。はい、こうです。で下から入れます。で上から刺しますね。ギリギリですけど、まあこのくらいでいいと思います。はい、でワッシャーを入れます。これでこう閉まりますよね。これでこう可動部分ができました。可動部分ができまして、今度こちらの固定部分ですね。こちらです。でこれはここでここからここまでこう動かしたいので、仮に板をまた固定しています。でここで開けます。この穴をガイドに貫通させます。1箇所開きました。でこちらですね、一番最後を決めます。約25ミリぐらい手前になってますけども、この辺りですね、こうです。今に2箇所穴を開けました。であと間を開けていきます。はい、今4箇所開けました。このように開けました。これは円弧になってますので、こうですよね。もうフリーハンドでいいと思います。この線をジグソーで今から抜いて一つのスリットにします。ここですね、この可動域ですけども、フェンスが手前までこうですね、こう来る方がいいです。開口部のところですね、この辺りまで。開口部とちょうどこう干渉するところですね、ここがこうの辺りがいいですので、ここまでここまで穴を広げます。同じようにジグソーでつなげておきます。こちらスリットを開けました。こうですね。足はヒノキ工作板の 220mm の長さのものを 4本そのまま使います。加工は一切しませんので、足部分をここに取り付けるんですけども、これはこのパソコンテーブルはこの部分に接着剤が出ています。で密着させないと浮いてしまいますので、密着させるためにこのヒノキ工作材、このヒノキのこの角ですね、角をカッターナイフでも構いませんし、カンナでも構いません。このように落としておきます。角を少し落としておかないと密着しません。角を落としておきます。ここですね。そうしないと密着しませんので、当然これは強度をつけるためには接着剤をつけた方がいいです。実際接着剤をつけてネジ止めをします。
こうですね。はい、それでは固定はこれもダイソーにありますね。 25mm のコーススレッドというのがあります。これで留めていきます。それではここですね、土台に足に土台というかこのようなパーツをつけます。これをつけるとクランプ止めがしやすくなりますので、この幅からプラス5センチですね、両方に5センチ実寸で測って取りました。2本まとめて切りますのでこの切りやすいです。これ以前これも動画で紹介した100円ショップで作った丸ノコ定規です。ではこうですね、この板の中央にこれをつけたいので、今回もダボを使って簡単に取り付けてしまいます。こう位置決めをします。こうです。端と端は決まってますので、ここをクランプで留めます。留めてみます。5センチ5センチを取ってるの、位置決めをしたいだけなので、中央に1本ダボを打ちたいだけですので、真ん中に線を両方引きます。こうです。こちらも引いておきます。こことここの中央にを取ればダボを打てば合いますよね。ベースの木ですね。これセンターファインダーです。これも以前動画で紹介したダイソーだけで作ったものですけども、これを中央が出ました。でこちらも取っておきます。こちらです。上も中央を取っておきます。このダボは 6mm ですけども、これもダイソーの100円で売られてる 6mm のダボです。で先ほどのドリルガイドも 6mm が使えますので、これもダイソーの 6mm、 これは 6mm のドリルです。木工ドリルがありますので、ここですね、今取ったところ、両方に開けておきます。こうです。こうですね、ダボを打ちます。今開けたものです。こう刺します。はい、これで合いましたよね。これでネジを打ちます。でこれは長めですよね。30mm 幅がありますので、これもダイソーにありました 65mm のコーススレッドです。もう少し短くてもいいんですけども、 65mm しかなかったのでこのくらいになりますね。完成しましたのでトリマーベースを取り付けます。でネジは M4 の 20mm の長さですね。で裏側から入れます。こうなりますよ。ここでこのようについてます。こうですね。でゆっくりと取り付けていきます。プラスチックですのでガンガン締めると傷つけてネジ山がダメになりますので、ゆっくりと締めていきます。表に出ない状態ですね。出ませんよね。出るとダメですので、埋まり込む状態でこれで取り付けは完成です。フェンスを取り付けます。下から入れます。こちらですね、下からでね、こちら側はもしこのネジを2本しか購入してない場合には、このセットの袋の中にはワッシャーが2枚しかありません。上が下からに使う場合にはこちら側は下に使った方がいいです。下に使った方が可動がスムーズになります。上は止めるだけなのでなくても構いませんね。軽く固定するだけですので、こうトリマーをつけてみました。この状態ですね。このようになります。
で MTR42 の場合は下でも簡単にこう上げ下げができますので、こうですね。私は今回はこちらにスイッチが来るようにやってますけども、これは逆にしても当然やりやすい方でいいと思います。こうです。でこちらはマキタの M373 ですけども、こちらはこうですよね。入りませんよね。この当たりますので、このくらい高くないとダメですので、足を長くしなければこれは使えませんので、ワンバイダーで足を長くしないとこれは使えません。トリマーで加工する前には必ず台を固定をしないと危ないです。トリマーは思っている以上に振動がありますので、動くと大変危険ですので、このような足をつけています。ここはクランプ止めをするための足ですね。こうするとクランプが止められますので、こうすると動きませんよね。このようにして使います。それでは加工例を紹介します。で今回使用するのは、これタックライフと書いてますけど、今タックライフはありませんけども、別のブランドになっていろいろなとこから売られています。でこのビットも安くてそこそこに使えますので、この中からいろいろ加工を例を紹介します。トリマーテーブルを使う時には、手で送るのはなるべく避けた方がいいです。万が一がありますので、このような押し棒ですね。これは市販品に私は改造したものなんですけども、こういうものを使った方が安全です。本来はフェザーボードといって、このような羽のようなプラスチックですね。材を押さえて送るんですけども、これはそこまでの作りではありません。非常に簡易なトリマーテーブルなので、フェザーボードをつける場所はあまりありませんよね。小さめのものならばここにこのようにつけることもできますけども、でやはりフェザーボードを使わない代わりに必ず押し棒ですね。このような押し棒とか、自分で作ってもいいですし、これも先ほどのセット商品なんですけども、ここで動きますけどね。溝加工をしています。今このように加工しました。で位置を変える場合はここですね。でここ止めます。これでこのようにできますね。またずらしました。こうです。今3本目は近寄ってますけども、 12.7mm のストレートビットに交換しました。で一度に加工する高さはやはり 3mm から 4mm 程度がいいと思います。トリマーの場合負荷がかかって非常に危険ですので、こうですね。ビットの中にはこのように頭にベアリングがついているビットがあります。このようなビットを使う場合は、今ついてますけども、こうですね。ここなんですけども、フェンスを動かして、フェンスの前面とビットの端ですね、前面が同じ直線上になるようにフェンスを固定します。これはカーブビットですので、こうですね。R ができます。これは角を落とすビットですね。角を45度で落とすビットですけども、これもこのサイズでは全てを出すことはできませんけども、このくらいからは出すことができますので、こうですね。このビットを全部出すためには、この R がもっとぐっと深くないといけません。深くするためにはフェンスが厚くなりますので、今回は簡易的に作ってますので、ここまでは出すことができます。ここも一直線であることを確認しておきます。
今2面取りましたけど、こうですね、このように角を取ることができます。これはひょうたんビットというビットです。海外ではロマン OG ビットと言いますけども、飾り彫りをするビットです。でこのビットは少し大きめですので、先ほど言ったこのフェンスにベアリングを合わせるやり方ではこれできないんですね。これビットがこのくらい出てしまうともう密着させることができません。このようなビットを加工する場合はベアリングで止まるようになってますので、こう持っていきながらベアリングで止まるとこですね、このベアリングに押し当てながら加工していきます。フェンスに押し当てるのではありません。ベアリングに押し当てるように加工していきますので、ちょっと難しいですよね。ではこれはベアリングで止める加工の仕方です。このようになりますね。はい、今回は簡単に作るために霧の角材を R で切っただけにしましたけども、これは別にもし大きめのものが使いたい場合にはこのような加工をやればできます。これはもうこのくらいえぐってますよね。これ切材を角材を2本重ねています。これをつけると同じようにフェンスに沿って加工することもできます。これは深いですよね。深いですので合わせることができます。同じようにこうですね。ベアリングとフェンスを合わせることができます。こうですね。先ほどと違ってフェンスに沿わせていけますので。そうですね。でこのような4面加工すると、飾り面ができますよね。飾り台のモールとかにも使えますので、はい、ではこれは一番大きなビットが入っています。段掛きビットですね。板と板と両方かき取ってつなげるときに使うビットなんですけども、これもベアリングがついていますので、ベアリングでの端を一直線でフェンスと合わせます。加工したものがこれですね。片方はこのように加工して、片方はこう加工しました。こうです。両方今やりました。こうなりますね。このようにうまくできます。こうです。このような加工も簡単にできます。今回はダイソーの500円のパソコンテーブルを使って一番簡単に作れるトリマーテーブルを紹介しました。フェンスがもう1本の木を加工するだけですので、おそらく1時間か2時間でできると思います。ダイソーの商品をほとんどそのままで使っていますので簡単に作れると思います。今回はダイソーの商品で作る簡単なトリマーテーブルの紹介でした。ありがとうございました。